そのまま2人ともあ、ちょっと待ってください。すみません。もうちょっと。こっちどうすればいいの？そうです。すみません。いつも通り変わらないですよ別に。最初はまあまあ大丈夫っしょみたいな、別にね、こういう実戦をできるのはすごい楽しいというか、そういうぐらいしか思ってなかったんですけど、でもよくよく考えれば、キックルールだし、で自分が負けたらキックボクシングというものが舐められてしまうというか、そこは本当どうしても勝たないとっていう。お願いします。今日調子はいかがですか？絶好調です。試合は練習の延長なんで、だまあいつも通りって感じですね。本当に。信じてます。頑張ります。MMA ファイター側からしても楽しみな試合ですか？いやもうお願いしますっていう感じですよ。こっちが強いんだと。はい、お願いしますっていう感じ。でも距離が全然やっぱ速い。ちょっと前足触ってみなもん。前足触ってそこからのなんかタッキングいってもいいからそのまま。伝統派の人と練習してて、すごい距離が入り込みがものすごく速いんですよね。そこだけは本当にこう特化して練習してました自分は。入っちゃったらもうそのまま中入っちゃっていいよ。滑んないからいい。あんな感じでいけば全然だよ。全然大丈夫。多分詰めてくると思うんで。ワンパイらしいです。すごいっすね。全部上まで入るんですよ。やっぱりチケット、その会場のチケットがソールドアウトとかなんで、まあすごい嬉しいなと思いましたね。もっと盛り上げないとと思ってるんで。もう絶好調ですね。はい。もうやることやってきたんで。秘策が今回、今回もまたあるということなんですけれども。はい、ありますよ。はい。シャイニングウィザードっていう技だったんですけど。お、いいね。すごいね。はっってなるじゃん。5人ぐらいになる。こっちも俺いいと思うんだよ。もういっといてさ、こうやっといてさ、こうとかさ、絶対ストレートで合わせてくるじゃん。だからさ、ストレート合わせようとして、顔の位置だけ珍しいさ。始まりますね。こっちの方が緊張ですね、自分の試合より。まあ、勝ってくれると信じてちょっと緊張するけど見たいと思います。やっとるぞー。
が始まる。堀口恭司、最強の司令塔、総合格闘技代表、大歓声の中、堀口恭司の登場です。この日を待ちわびたそれぞれのファンと戦の観客が興奮と緊張の波に飲み込まれています。いや今回はもうめちゃめちゃ良かったですね。声がやばかったですね。うわーみたいな。歴史の伝説の幕開けです。この2人が向き合っている、こんなことは世界中誰もが格闘技ファンが全く想像しえなかったことです。これが伝説です。戦うんだって感じでしたよね。いつも通りだなっていう平常心ですね。響くわかる埼玉スーパーカー、はい、聞いてください。感じたことがありません。始まった始まってしまった。堀口恭司、そして那須川天心、光の空間が出来上がりました。自分は距離をまあ詰めて、で前の手で触ってって、で前足を削ってってっていう総合の、選手なんで堀口さんは。でやっぱり近い距離ってあんま慣れてないと思うんで、そこは勝機はあるかなと思いましたね。ぐんぐん前に出てきて自分の遠い間合いを潰しに来るかなと思っていましたね。サウスポーに構えて左のストレートと左の蹴りがやっぱり力があるパンチとキックだったんで、それに警戒しつつ戦っていくって感じですかね。もう今のこの状況を見てる感じ、結構天心が警戒してるっていうのがいきなり、はい、ファーストコンタクト堀口、はい、やっぱり自分の方がその距離が遠いんでフェイントも多かったと思うんで、多分その距離感的には自分の方がちょっと主導権握れてるんじゃないかなと思いましたね。このフェイントに引っかかってこう一瞬固まるなとか、そういうのを見てますよね。どのパンチが入るかなとか。堀口さんはいろんなところでフェイントかけてくるんですよ。目だったり腕だったり足だったり呼吸だったり、そういうところを自分も一個もこうミスしないように、でフェイントにあまり反応しないように、反応しても他のフェイントかけたりとか、だからフェイントにフェイントですよね。もう頭フル回転してましたね。スタミナ面っていうよりかはこう精神面で疲れた試合だったですね。堀口恭司は伝統派空手の出身、そして一方の那須川天心は極真空手の出身です。ですからそういう意味ではノーコンタクトと、そしてフルコンタクトのハイキック、意外と今日は振りかぶった左、しかしここで食いついた那須川天心、膝切り見舞っていきます。平さん、いやこれガードの効きましたが、平さんはちょっと堀口選手至近距離から攻めてるね。そうですね。どちらの選手も多分入り際を狙ってると思うんですよ。それで普通のハイじゃないんですよ。これこのまま普通はまっすぐ行くんですけど、ちょっと上からかぶせるんですよね。そうすることによって本当にこう 0.5 秒だったり遅れるんで、ここで来ると思ってこう避けるじゃないですか。だけどこの上から来るんですよ。ハイキックはもうずっと狙ってたんで、だから1個パンと置くっていう。これ全然平気ですね。これは聞いてないですか？全然聞いてないです。避けてますね。これは流してるっていうか。いやでも左速いね。そしてウィービング、天心、堀口、そして左の蹴りは受けた。那須川天心です。堀口の右が速かったよ。笑っています。駆け引き2人ともこうするんで、そういう試合を久しぶりにしたなっていうんで面白いなと思って。堀口さんのこう入り込みって一発目やっぱ押しなんですよね。倒すパンチじゃないですよ。ここで飛び込んで、これ距離を詰めて次のフックに
が本命だと思ったんですよね。どの試合見ても1本目からなくて2本目の方が絶対強いんで、それだけは絶対ガード勝負なのでずっと練習してましたね。全身で楽しんでいる堀口。全くね、堀口選手違う。普通の選手だったら1個目もらって下がるんですよね。そうすると堀口さんこういつも前に出るじゃないですか。だからやりづらいんですけど、自分は1個もらってもその場にいるっていうことが距離を縮めることだったんで。那須川天心が言う先の先の先を読む戦いです。黄金のラウンド、まず1つ目が終わりました。いやすごい。やっぱりストレートを狙ってますよね。ずーっと倒せるパンチはやっぱストレートしかないんで、いや多分向こうは相当やりづらかったと思います。距離フェイントですね。はい、見えたなっていうのは感じました。今までこうすごい大きく持ってたものがちょっとちっちゃくなったかなっていう、ここでやっぱりちょっといけるかなっていう確信は持ってましたね。第2ラウンド、本当に紙一重のミスが敗北へとつながるっていうその戦いですよ。もう本当にミスが許されない戦いですよね。そして那須川天心ちょっと構え方変わってるんですよね。何かこうなんかガードを下げましたね。そうですね、ちょっと同じ2人みたいな感じになってます。1ラウンド目にやろうと思ってたんですけど、2ラウンド目にやりましたそれでやったらどうなるのかなみたいな。どうなってました実際。どうなってなかったですね別に。そこで入り込めば変わったのかもしれないですけど、堀口選手多分この間合い、この戦い方多分すごい自分のフィールドに持っていってると思いますね。なるほど、そうですか。今回のキーポイントはジャブだったんですよね。今回はボクシングの田添トレーナーに当てないジャブがポイントだって言われてたんですよね。当てないジャブでプレッシャーをかけるんですよね。当たる距離にまずいないじゃないですか堀口さん。そう、お前の距離だよ、お前の距離。そう、距離測れてくるよ。聞くか、どうだ、当たったが。ある意味これで駆け逃げに近いというか、こういうのってどうなんですか堀口さん。まあやっぱルールをうまく使ってるなっていう。はい、これ振り切ればよかったですね。ちょっと振り切られなかったなみたいな。キックのファンタジスタ那須川天心。だから涼しい顔してね。お互いほぼ紙一重ですからね。それうわ当たんねえと思って。結構見えてるんで。いやー高田さん、次の瞬間ですよね。このコンタクトの瞬間、それをかわしていきました。おっとブラッキーがおっとローブローです。ローブローです。ボディへのキック。これ本当申し訳ないですよね。思ったより低かったんですよ堀口さんが。やっぱ自分が飛び込んでる分、そうですね、なりやすいと思いますね。サウスポーだし。堀口選手は重心が低いところもあるんで。なるほど、そういうこともありますね。残りは30秒となっています。この第2ラウンドになりますが、ミドルを放ってきました。それを刈り取っていきました堀口恭司です。落ち着いてますよね。さあそしてショートレンジ那須川来た左ストレート膝を出していく。さあ堀口も自分を出していきました。かわしていくステップ。さあすごいですよね。お互い当たってないですからね。全部スロー見ると全部当たってないこんな試合あんのかみたいな本当に当たってないですよ、面白いぐらいに。これは思った以上にフックが伸びて、あぶれと思って。一瞬の静寂の中で今ゴングが鳴らされました。この後第3ラウンドへ
にも喋れない。やっぱポイントがどっちもあれじゃないですか、そんなについてないなって思ってたんで、いかないとなっていうのもありましたよね。多分向こうもそうだと思います。このラウンド取り行くぞっていう感じだと思いますね。ここでポイントを取っていこうと思いましたね。鍵はもう本当プレッシャーかけてパンチを当てていく。であとは本当に一瞬の隙ですよね。隙で技を当てていくっていう。さあ第3ラウンドファイナルラウンドが始まりました。那須川天心対堀口恭司、新世代の伝説の一戦、永遠に語り継がれるであろうこの名勝負、天心スペシャルという対堀口用の必殺技も用意してきています。ハイキックです。向こうガードしてました。してましたけど、やっぱ入ってるも入ってますよね。これも堀口さん多分一緒のことですよね。これ1個上に上げてるじゃないですか。こうやって似たものというか考えること一緒なんです。多分そうですね。あそこまで近いってことは、でこの辺でジャブが当たってきたんですよ。1、2ラウンドは当たんなかったジャブがだんだん当たってんで、それでもう距離が近くなったってことじゃないですか。だからいけると思ったんですね。これだんだん見えてきたっていうことですか、比嘉さん。そうですね、しっかり見て返してるんで。なるほど。カウンター、そして飛び込んできた堀口通過。こんなにも時計の針に進んでほしくないと願うのは格闘技ファンだけでしょうか。さああ、これで効いたと思って。これでちょっと効いたっすね。なんかポワッって感じですね。その一瞬、おうっていう、ここでポイント取られたなっていう。ここでもう行かなきゃと思いました、自分は。でここでもうパンチとかも入ったんで、こうやってやっぱタックル来るってことは本当に嫌なんだろうなっていうふうに思いました。いやもう殴り合っちゃえみたいな。はい。左が当たった堀口の左が那須川の顔面を捉えました。ロープを背負っている那須川天心。さあ体を傾け那須川が距離を潰していく。堀口も応戦していく。さあハイキック左キック。こういうところでパンチも蹴りも当たり始めてきて、ここで行かなきゃって。あとの堀、まもなく10秒飛び込んだ。それをかわした堀口。さあ時間が進んでいく。進んでのところでかわし合っていきました。光の攻撃、ここでゴングが鳴らされました。ファイナルラウンドが終了。3ラウンドは取られたかもっていう感じでした。まあそうですね。これ当たるようになってきたんで、このポイントは取ったなっていうふうに感じましたね。30対29、差がついた。赤那須川。まずは那須川。29対28、差がついた。赤那須川。赤那須川。神童那須川天心対史上最強のメイドインジャパン総合格闘家堀口恭司の戦だ。神童那須川天心に軍配が上がりました。本当堀口選手が、自分のキックのルールで戦ってくれたこと本当に感謝します。ありがとうございます。もっともっとキックとか日本の格闘技もっと盛り上げましょう、一緒に。いやー負けました。
最後っすね。いや、気抜いちゃったっすね。Beautiful fight. Thank you. Sorry. You're amazing. Unbelievable. Unbelievable. でも盛り上がってましたね。ですよね。一発一発で緊張感がしてたんで、はいはい。みんなワクワクしてましたよね。面白かったっすね。バカだね。やっぱり。もっと言ってやって。あんなに食らうかよ。最後ボコってもらっちゃった。ここあれ印象悪いよね。まあ日本を盛り上げられたっていう点ではまあすごい嬉しいですけど、負けたんでまあ悔しいですね。はい。家からの強さっていうのはどうですか、見せましたか今日は。ダメじゃないですか。多分めっちゃキレてんじゃないですかね。先生。はい。当てんなダメだなっつって。すいません。キトさんだったらどういうキトさんはまあいいんじゃないみたいな、盛り上がってたよみたいな、そんな感じだと思う。まあそれが自分の仕事ですからね。はい。お疲れだ。うわー、疲れた。解放された。もう胸がいっぱいだった。もうずっと怖かったんで、正直本当に良かったです。嬉しいっていうのは今回あんまなかったですね。もうホッとしたっていうのが一番大きかったですね。初めてなんですよね、こうマスとかでこう手合わせた人でこの人すげえって思ったのが堀口さんだけなんですよね。やっぱり堀口君のその圧力というか、そのこう偉大さというかね、もうそこに押されてたような気がしますね。そんだけやっぱり彼が、ね、堀口君を尊敬しているというか、やっぱりそういう偉大な選手だと思ってるんですよ。盛り上げようと思って。本当ありがとうね。いやいやいや、これからちょっともうね、一緒に盛り上げて、ジャンルちょっと違うけど、でもやってること一緒だと思うから。そうですね。盛り上げていきましょう。写真一枚もらってぜひ。はい。素敵。自分はまあ高校デビューした当初から、格闘技界変えるって言ってましたし、こういうことをしていかないと、この先の未来はないかなってずっと思ってたんで、ここでちょっと道が開けたっていう感じですよね。シャイニングウィザードっていう技だったんですけど、出せなかったですね。2段をずっと待ってたんですけど、俺も2段できた最後のラウンドいけたんじゃないかなと思いましたけどね、パパーンってそういやーって俺ずっと言ってたんだよ。お前なめんなよ本当に。一発ぐらい出せ。2段って言ってくれれば。お前言ったって聞こえてないもんだって、俺が指示で。もうされてますよ。もうされてます。はい。いつも言われるのは勝ってとか言われないですよ。もう無事にリング降りてみたいな。まずは。とは言われます。もう良かったです。もう無事でもうちょっと痛そうだけど。やばくないですか、クリームパンみたいな。あれ蹴った時にあれ。はい、ありました。でも酒、タバコ、女をダメっておっしゃってたじゃないですか。女はしょうがないですよね。いやでもお父さん公認するしかないじゃないですか。もうだってあんだけ出てんだもん。もう公認も何も。あ、そうだよ。やべえ。クリームパンになってる。俺そんなの月1でやってる。なんでわざとやった。
ことは全然、考えてなかったです。少しの前もなかったです、なんでかっていうと、うちの母が亡くなってきっと3日後ぐらいに大学選手権とか全日本出て優勝したんですよ。出なかったら、母ちゃんが何て思うか分かるだろうみたいなこと言って、これで出なかったらお前やめろよって言われるだろうと思って。最初に言っときますけど、俺の中でまだノリは死んでません。ノリが死ぬ時はみんなの中の記憶からなくなる時です。だからどうかずっとノリのことを心の中に入れといてください。黙祷。こんなにみんなに愛されて、こんなに皆さんが愛してくれてって思ったら、やっぱり大きい会場でもう一回やっぱ I Believe を皆さんに聞かせてあげないとと思って。あれはだから自分のためっていうよりも、そのファンの人たちのためになんか感謝の気持ちで、なんか試合内容は本当に自分の思ってたこととは描いてたこととは違ってちょっとがっかりなんですけど、ちゃんと決めに行けたり、もっともっと有利な試合展開ができるように練習してたんですけど、それがちょっと出てなかったですね。足が長いから前蹴りが来るんじゃないかって変に警戒してて、そこがちょっと本当にダメでしたね。出せてないです全然。自ら直訴してリングに上がる9月30日嵐の最後。あと3分急に試合終わった瞬間、いろんなその我慢したものがふわーって抜けて、なんかガクンってなったというか、これ誰にどうやって報告したらいいんだって、いないのにと思い始めて、結構リングの上で泣いてたのは嬉し泣きっていうよりも結構パニクってたとこもあるんですよ。なぜかアンディに抱きついた時に、いないのに、勝ったけどいないしみたいなことを言ってて、アンディがなんか大丈夫見てるからみたいな。I'm coming home soon. I love you, babies. And thank you to God. God bless you guys. きっとそのためにそうなんだって言われちゃいます。そうですね。お前俺の言うこと聞かねえからだよって絶対言われる。9月の試合出るって決めて、それ喜んでくれて、でもそこからやっぱすっごく体調が辛くなってたから、まずここ頑張ろうって、ここ頑張って1年で体を元に戻して1年トレーニングして2年後来人一緒に出ようって、それまでミュウ頑張るから、そういう計画を話してて、それ私が一方的に言ってて、最後はもうやっぱ苦しそうだったからってうなずいてただけだから、もしかしてどういうふうに思ってたのか分かんないけど、私の頭の中ではそういうふうに描いてて、無理にも絶対そういうふうに言い聞かせようと思って、私こうやってもうそれ立てたらもう私本当になんだろう、それが自分の最後の試合でもよかったぐらい、やっぱ憧れの人と一緒に、試合に出たかったです。いやなんかね、やっぱり今まで本当にそっとしていただいた分、やっぱりこういうところでちゃんと、
見させていただけてよかったです。ありがとうございました。試合してて気持ちよかったです。朝倉選手との日本人対決っていうのがみんな見たいカードなんじゃないかなって。うわー、大流血だ。 They deserve to rematch. I hope ready for New York. Moje další zápas na Rizinu, ale nějaká velká výzva. Boom, baby. I knocked you out every fight that I had. 俺たち2人揃ってライジン5連勝なんで、そろそろ実力を認めてもらえたかなってところですね。このコーナーでは僕が選手に質問させてもらいます。いろいろ聞くけど大丈夫？いいですよ。こういうギャップが欲しいんです。ヤンキーってなっちゃってこう怖がられてるんで。じゃあ今日は可愛らしい一面を引き出すね。こうちょっとアピールしてほしいですね。弟のカイ選手には小さい頃なんて呼ばれてたの？みっくんって呼んでましたね。じゃあ僕もみっくんって呼んでいい？ぜひぜひ。友達の証に喧嘩の必勝法を教えてよ。路上では僕は安全靴履いて喧嘩してたんで。可愛い一面ありがとう。みっくん、最近ムカついたことある？試合を後ろに回されたことですかね。